鶴くんです。今回ご紹介するキットは寿屋さんから発売された銀河英雄伝説に出てくる自由惑星同盟軍の旗艦ヒューベリオンのプラモデルということになります。以前ご紹介した銀河英雄伝説のディ・ノイエ・テーゼ版のですねヒューベリオンとは違ってそれより前のアニメ版に出てくるヒューベリオンという形になります。デザイン自体がですね監修のデザインは似てるんですが本体自体のデザインは DNT 版とは全然違ってるという感じですね。以前ご紹介した新しい方のヒューベリオンは結構皆さん動画を見てくれて、いろんな意見をコメントでいただいていて、とても嬉しいんですけど、その中でもヒューベリオンに関しては昔のデザインの方が好きだという方もですね結構いらっしゃってですね、今回古いデザインのヒューベリオンが出たということで喜んでいる方も多いかと思います。この特徴的な長方形のデザインですよね。それからこのアンテナっぽいのがね結構上下に生えてるんですよね。1キロぐらいある戦艦なんで100メーターぐらいあるのかな、このアンテナっぽいの何なのかなと昔から疑問ではあったんですが、あと船体の色が意外とエメラルド色っぽいような色に見えて結構派手なちょっとカメレオンっぽいような派手な色だなというのは感じていますね。ブリオンフィルトの旧型のデザインの方もですね寿屋さんからまた出るということで、そちらと並べるとですねまたひとしおかというふうに思います。箱の方はですね表面がヒューベリオンのイラストですね。箱のこちらはヒューベリオンのプラモの写真が出ています。箱のこちら側は表紙と同じヒューベリオンのイラストと、銀河英雄伝説とヒューベリオンと、箱のこちらはディスプレイスタンドがついてるよというのと銀河英雄伝説の、ちょっとした解説が載っています。 DNT 版のヒューベリオンって結構箱に余裕があったんですけど、果たしてこちらのヒューベリオンはいかがなものかと。ちょっとね箱が軽いんでねまた中身スカスカじゃないかっていうのが心配ではありますが、オープン。箱の大きさを DNT 版と同様にしているので、やはりですねスカスカ感があってちょっと残念でございます。これもそれなりに値段のするキットなんで、こういったところはねちょっとねがっかり感が出ちゃうのが残念ですよね。で、台座の方、こちらは台座の方ですね。それから船体の、グリーンとレッドの部品ですね。こちらも船体カラーとブルーっぽいような部品が入ってますね。それから特徴的な船体の方ですね。ちゃんとこの船首の部品に穴開いてますね。もうこれだけあとはマニュアルですね。それからちょこっとデカールの方が入っています。そもそも缶の形状が意外とシンプルなんで部品数もそんなにないかなと思ってたんですが、案の定少なかったという感じですね。意外と缶の色自体はそれほど多くないので全塗装に挑戦してみてもいいのかなというキットになってますね。では早速ですね組んでいきたいと思います。それではヒューベリオンの方を作っていきたいと思います。このキットの面白いところは、ロボットでいうところのインナーフレームですね。そこに外装をかぶせていくというような形になっているところが結構面白いところで、これがヒューベリオンのインナーフレームにあたる部品でエンジン部分があって、こちらが機種の方ですね。こういったインナーフレームの上に外装をかぶせていきます。まずこの下の部品をつけて、外装の方はこのスリット部分にこの部品のですねピンをはめていくような感じになります。
灰はそれほど悪くないので、普通にこうはめていくことが可能になっています。こちらが砲台の方ですね。スケール的にはなんか合ってないような気もするけれど、こちらをつけて、こちらのお尻側の外装をつけて、電飾をしたい人はこのエンジン部分に電飾のキットを入れていくという形になりますね。こちらが噴射口で、その後ろにですね、これは何なんだろうな、スタビライザーなのかな、この部品をはめて、よいしょと。で、反対側をはめますと。で、こちらの上の部分をはめて、それから下の部分をはめて、前の甲板部分をはめて、こちらの部分にこの環境の部品ですね、これをはめますと。環境の後ろの部分ですね、この部品をよいしょ。で、さらに環境の上の部分ですね、これをはめると。だいぶ形になってきたと思います。この前方の側面のパーツに細かい穴が開いてるのがわかると思うんですが、このベースの部分にですね、細かい突起がついていて、砲台なんだと思うんですけど、そういったものがこの穴から出てくるという形になっています。なかなかですねなかなか凝った仕様になってますね。で、このサイドの部分ですね、ここはちょっと順番が難しくて、先に赤の部品をはめてしまって、それからマニュアルだとこの上の部分が先なんですが、組んでおそらくこの中央部分ですね、この部分を先にやった方が組み立てやすくはあると思います。よいしょ。この部品がですね、で、上の部分ですね、上の部分をはめていくと。で、下の部分をはめると。こんな感じですね。で、このお尻の部分もですね、一部こうパーツが分かれていたりします。これとこれとこれと外装を3つつけていくような形になります。こっちか。よいしょよいしょ。で、後ろがですね、こうスカスカなんでね、ちょっとつけづらくはありますね。で、最後にこちらの機種の部品を最後にスポッと、これはね、気持ちよくスポッとはまります。で、さらにですね、特徴的なアンテナ関係ですね、そういったものをつけていきます。このタンク3つですね、これから気をつけてやらないと折れちゃう感じがあるんですけどね。3本ピン、下側にも3本ピンで、単体のこれはこっちだな、この辺は形状がそれぞれ違っているので、見た目ほどですね、間違えることはないと思います。そこまで気を使う必要はないですね。この辺のピンはね、少し調整してやれば簡単にスポスポはまる感じになっています。下側のアンテナ、最後に上側のこの一番でかい、上側の一番でかいアンテナですね、これをつけて、これね、やっぱ折れやすいんでね、かなり気をつけた方がいいといえばいい感じですね。これでだいたいヒューベリオンの組み立て完了という感じですね。
部品数は思ったよりも多いんですが、組み立て自体はそれほど難しくはありません。特徴的な細長い形態はですね、うまく再現していると思います。また部品の分割も結構細かくてですね、基本的には合わせ目は見えない感じになってますね。素組みをしてもですね、非常に完成度の高いキットになっています。こちらにスタンド用の穴がありますので、付属のスタンドの方ですね、こちらを差し込んでこんな形で飾ることが可能になっています。やはり戦艦のプラモデルというと電飾ですよね。以前ご紹介したヒューベリオンは電飾自体はやらなかったんですが、こちらのヒューベリオンのキットは比較的電飾がしやすいと思いますので、少しそれに挑戦してみたいと思います。まずは航空灯の方をつけてみたいと思います。航空灯っていうと飛行機の翼の端の部分が赤とか緑に光っているのをよく皆さん見てると思うんですが、それに変わるものですね。宇宙空間において翼というのは当然ないので、一番右と左の部分ですね。ちょうどこのキットにはサイドの部分の出っ張りのパーツがありますので、なるべく端っこの方をですね、光らせていくという感じになります。やり方としては、このパーツは基本的にこれとこれの2パーツで構成されてますので、こちらの内側のパーツに穴を開けてですね、こちらに差し込んだ後にこの部分に LED のユニットを差し込むという形で考えてみました。こちら側にも穴を開けて 0.5mm の光ファイバーを差し込んでいます。穴に差し込む LED ユニットは以前中華キットの方でご紹介をしたこちらの小型の LED ユニットになります。ボタン電池を2つ差し込んで、磁石がスイッチになってますんで、磁石を近づけると点灯、もう一度近づけると点滅、もう一度近づけるとゆっくり点滅というなかなかね優れもので、なおかつ小型の LED ユニットになっています。これを先ほどの穴に差し込む感じですね。こんな感じで LED ユニットを中に入れると表の光ファイバーの方が光るという感じですね。当然外から磁石で操作ができます。点灯、点滅、ゆっくり点滅っていう感じですね。で、航空灯は緑ともう一つ赤色になりますんで、これが赤色の LED ユニットですね。赤色ですね。これをつけていくと。ほい。という感じですね。上から見るとこんな感じ。横から見るとこんな感じ。で、前と後ろという感じですね。で、これは外から操作ができると。緑と赤色という感じで、まずは航空灯の方ですね。こちらの方を考えてみました。なかなか明るい中だと見づらくはなってしまうんですが、直近で光らせているんで光源としてはそこそこいいんじゃないかと思っています。続きまして本体の方ですね。そちらの方の電飾の方を見ていきます。本体の方の電飾なんですが、やはりエンジン部分を光らせたいというのが先に来ると思います。私がよく使うのはこちらマイクラフトさんのですね、電飾キットの方ですかね。接続するだけで使えるということで、自分でハンダ付けとかが必要ない非常にありがたいキットというふうになっています。こちらにボタン電池、その先にスイッチですね。で、電池の先にですね、コントローラーというものを挟んでいます。これはエンジンの光をですね、単純に光らせるんじゃなくて、瞬くような感じにするための部品になります。
コントローラーから2本の LED に分岐をさせてエンジン部分を光らせたいというふうに考えてみました。こちらのスイッチを入れるとですね、こんな感じでこう光が瞬くような感じですね。本来焚き火とかそういった演出に使うものらしいんですが、エンジン部分にも使えるかなと思って採用しています。もちろんコントローラーを通さなければ普通に点灯状態に持っていくことも可能です。スイッチ、電池、コントローラー、接続部があって LED ですね。こんな流れで配置をするとスイッチオンでエンジン部分がつくという感じですね。これでエンジン部分の電飾はいいんですが、これだけじゃ少し物足りないということで、こちら船体の中央の一番大きいアンテナとその下側のアンテナ、この2つを光らせたいなというふうに考えてみました。どうやって光らせるのって思うと思うんですけど、私は前々からこういう棒状の先っちょを光らせたいみたいなことをね、いろいろ考えてたんですよ。でちょうどいい機会だからということで、このように真鍮線のパイプですね、外径が1ミリの真鍮線の中に 0.3 ミリの光ファイバーを通しています。そういったものをこちらのアンテナの代わりにつけて先っちょを光らせてみようというふうに考えてみました。これにもコントローラーを挟んでいて、点滅のコントローラーをつけています。これをさっきの電池とエンジンのパーツの中間にですね、電源を1箇所から2箇所に分岐するケーブルというのがあるので、これを途中に挟みます。これで電源を入れると、ここに赤色の LED をつけて、真鍮パイプの先っちょですね、光ファイバーを出してそこを光らせるというふうに考えてみました。光自体結構弱いんですけど、そこそこ見えるかなという感じでやってみました。なかなかこういう細かい電飾ってやったことがなかったんで、なかなか興味深い経験でしたね。それなりに苦労はしますけど、効果的ではあると思います。こういった電飾関係をですね、本体の方に組み込んでいきたいと思います。インナーフレームに電飾キットを仕込んでみました。スイッチがここで、この前の上の部分ですね、ここから電池を交換できるようにしています。もちろん接着はしていないので、最終的にはこれはまた分割することは可能になっています。それから噴射口の方を光るようにして、こちらの上下のアンテナの方ですね、こちら真鍮線のパイプで作ってあって、中に光ファイバーを通しています。このインナーフレームだけで独立して光るようにしてあります。スイッチをオン。こっちの下側とですね、上側のアンテナが光るようになっています。それからこちらのお尻の噴射口の方ですね、これが光るようになっています。ではこちらにですね、外装の方をつけていきたいと思います。付属のマニュアルはこんな感じで、今まで紹介してきたブリュンフィルトやヒューベリオンと同等のものになっています。表紙をめくると若干のストーリーとパーツリストと、組み立て方ですね、そういったものが書いてあります。一番最後のページにカラーとデカールのガイドが載っています。こちらのヒューベリオンのキットの場合、本体色がグリーンかブルーにしろと。それからエンジンの発光色ですね。エンジンの発光色についてレッドかイエローかブルーにしろって選びなさいと。あんまり決まった色がないみたいな感じのガイドになってしまっています。
当初ですね、似たような色のブルーとかグリーンはないかなといろいろと探していたところですね、動画を探していたらですね、専用色が発売されているというのを知りまして、早速取り寄せたのがミスターホビーさんの銀河英雄伝説カラーっていうのがあるんですね。その中にヒューベリオングリーンというのがあります。結構青みが強いような気もするんですが、キットの成型色と比べても、ほぼ同じ色合いになってると思いますので、こちらの方をですね、今回使って本体の方の塗装をしていきたいと思います。で、このキットは分割がよくできているので、基本的にはマスキングは必要ないはずです。ですから本当に塗るだけということで、ぜひ皆さんもですね、挑戦してみてください。デカールを貼ろうと思ったんですが、この 144M というのがですね、2つでしょ。144っていうのが1つ M14、4M、この2つはそれぞれ独立してるんですけど、ここら辺がですね、結構分割されてるんですね。なんでかなと思ったらですね、本体のこのちょうど出っ張りのところにね、このデカールが来るんですね。で、この出っ張りに当たらないようにデカールを分割しているというですね、なかなか親切設計のデカールになっています。では早速貼っていきます。ヒューベリオンの方をざっと塗装してみました。基本的にはこちらの公式の塗料がありましたので、非常に塗装自体は楽でした。こちらのヒューベリオングリーンの方をエアブラシで拭いて、あと赤い部分とかですね、ゴールドの部分は基本的には点塗りで塗装しています。あと若干のですね、ウェザリングの方をかけています。結構ですね、部品が細かく分割されているので、非常に塗りやすいキットではありました。アンテナとかの色はですね、真鍮線を利用したというところもあって、ゴールドというふうにしています。また一部ですね、シルバーやゴールドの部分ですね、こういったところもゴールドなんですが、色を加えています。あと砲台関係とかはガンメタルですね。こういった黒いところは黒鉄色で塗装をかけています。エンジンの内部などは小鉄色で塗装をかけています。で、こちらがですね、昔のヒューベリオンで、こちらが前に紹介した新しい方のヒューベリオンになります。船体の長さはですね、若干ではありますが、こちらの方が短くなってますかね。ボリューム感はですね、こちらの新型の方がかなりあるんですけどね。現代風のアレンジをしたヒューベリオンとですね、昔ながらのヒューベリオンということで、デザイン的には結構好き嫌いがあると思うんですが、個人的には両方好きといった感じがしますね。あとはまたブリュンフィルトの旧型のキットの方ですね。こちらが発売されますので、そちらが発売された時には組んでいきたいと思っています。では今回の動画は以上となりますので、また次回の動画でお会いいたしましょう。